いや、いいですね。これはこのサイズ感といい、縦横比といい、僕が以前ですね Google Pixel Fold の初号機を使っていたことがあったんですけど、なんかそれを、ちょっと違うんだけど彷彿とさせる感じがありますね。今回3モデル出たわけですけども、残りの2モデルについては僕はもう特にあんまり触れるつもりはないというか、ぜひ他の方のを見てみてください。とにかく僕はこの Z Fold 8通常版が非常に気に入りましたね。まさにどの折りたたみにする、これですね。開くとよいしょ、こんな感じ。何見よっかな。トバログにしよう。30万超えるとやっぱりちょっときついなっていう。本人いるけど言ってくるし本人とどっちがいい？ギリこっちっすねっていうかなんか明るい気もする。設定の問題かな。いや普通に3000ニットって言ってたもんね。やっぱ明るいですよね。あれだけコンテンツを押していただけある感じは触っていてありますね。でこれが3分割ができるんですね。3分割できた。素晴らしいですね。本当に動画を見ながらなんかマルチタスクができる。クロード、クローム、なんかカレンダーとか並べてもいいし、片手で操作するのはほぼ不可能ですね。この範囲が限界ですね。なんで結構両手で触る前提になっちゃってるのは否めない。で両手で触るんだったらこれでいいしね。すいません。これってちょっと親指の可動域で触れる範囲が、限りがあるじゃないですか。こっちの方をカバーするようななんか機能とか何かしらってあったりしますか？でちょっと動かしたりとか。なるほど。フローティングにして寄せるんですね。なるほど。基本的には閉じていただいて、打ったりっていうところはこちらの方が閉じた状態の方がしやすくて、コンテンツ見ていただくときはこちらに開いていくみたいな感じでお使い分けていただけたらと思います。いやでもね、ピクセルフォールドとはまた違う感じですね。コンテンツっていうのはね、ものすごく分かりやすくて、やっぱり漫画もさっき紹介があったんですけど、動画が分かりやすいかな。でもやっぱ明るいのはでかいね。あとここ折り目、触ってて全く何も感じないですね。これはすごいよ。角度をこうやってこうすると分かるんだけど、ないですね。ほぼこれはもう感じないと言ってもいいですね。いや、いいですね。すごくいいですね。これは薄さはなんかもうへし折りそうで怖いくらいには薄いです。いや、すごいな。今回ギャラクシーからは折りたたみスマホが3モデル出るんですよ。今年某アップルがスマートフォンをね、折りたたみのスマートフォン出すんじゃないかっていう話がある中で、サムスンがどう多分戦うかっていうと、やっぱり8年もうすでにやってきているっていう、そこの経験値から来る強みですよね。これ僕 Google Pixel Fold を触ったから分かるんですけど、やってきたかやってきてないかの差ってめちゃくちゃでかいと思います。でその上で Galaxy は今回3モデルにもなるので、レパートリーが増えたということもあって、訴求としても Galaxy で何を選ぶかっていうようなハッシュタグ、どの折りたたみにするかっていうような言い方をしてるんですよね。これはやっぱり戦い方として僕はすごい好きだなと思いますし、そのうちの一つが僕にまさに刺さっていて、今触ってるのが今回から新しく比率として登場したこの Galaxy Z Fold 8です。なんだろうな、なんかこのパスポートケース感、いや全然それよりもちっちゃいんだけど、なんか持ってる心地はそれに近いですね。どうやら折りたたみスマホ史上最軽量ということで、僕がピクセルフォールドを手放した最大の要因が重さだったわけですよ。この辺もすでにね、前モデルから全然ギャラクシー軽いなと思ってたんですけど、この画面比率サイズ感で史上最軽量を謳われると僕もちょっと気になりますね。重さ何グラムだっけな。201グラム。いや iPhone より軽くない？同じだよね、ほぼ。いやー、すごいですね。お
おー。でちなみにカメラがここ二眼なんですよ。これをどう捉えるかですよね。この超広角と、通常サイズ、この2つですね。望遠皆さん使いますかね。どうですか。なくてもいいかな。妥協できる範囲ではあるとは思います。いやいいですね。ちなみにこちらカラーがラベンダーとなっております。で、3色限定色も入れると4色展開になっていて可愛いですね。これがクリーム、ホワイト、ほぼホワイト、若干黄みがかったオフ寄りのホワイトです。こういう可愛いカラーを用意してくれるのは非常に大事です。これだけで僕は買いたくなるので。いやー、これが推し活から子供のイベント、はい、新機能のマイファンカメラをご紹介いたします。でこちらギャラリーで使える機能となっておりまして、ギャラリー開いていただいて動画ですね、開いていただくとここに Galaxy AI のボタンがございます。でこちらを開いて使います。はい、押していただくとここにですね新しくマイファンカムという項目が追加されております。こちらを押していただくと、AI が人を認識してこのようにですね選択できるようになります。で人を選択するとここにどのような比率で保存したいのかっていうところを先に選べます。で横のモードだったりとかもいろいろ選べますので、今回は縦の9対16でやっていきます。で追尾を押していただくとこちら AI がこの人の特徴を認識して今トラッキングした編集をしております。はい、で実際にできた動画をご覧ください。結構寄ったり引いたりもしてくれてるんですかね。そうですね、人物がちょうど真ん中になるような編集をしますので、ちょっと遠くに行ったら寄ったりとか。なるほど。はい、結構じゃあなんか単純にこうフレーム動かしてるだけっていうよりも、そうですね、なんか演出も一応加えてくれているような感じなんですか。ちゃんとこの人物を追えるような編集になっております。こちらオンデバイスの AI になりますので処理も早いです。これは Z Fold 8だけですか、他のものも。全機種使います。なるほどなるほど、はい、8世代やってるっていうのが何よりの強みですよね。1号機と8号機は正直多分作りはかなり差があるんじゃないかと思ってます。完成度を求めるなら間違いなくギャラクシーはすごく強いと思いますね。いやー、こう見るとなんかいいですね。だんだんこう洗練されていって薄くなっていってみたいな。まだ多分業界としても技術としても成熟しきってない状況から、もうこういうコンセプトでやるんだっていうすごい意志の強さが、それを8年貫いた結果みたいなものをすごい感じます。こういう尖り製品がだんだんメジャーになっていくのは見てて面白いですよね。